朝鮮の25代王、철종。彼は33歳の時に過度な飲酒により病死してしまいます。彼は皆さんもご存知だと思いますが、家臣たちによる操り王でしたね。そのストレスのせいか、後継者もなかったんですが、철종が死んだ時の記録を見てみると、家臣たちは철종の死のことを悲しむよりは、次の王はどうするかと会議が優先だったらしいです。철종は最後まで悲しい王でしたね。で、それで家臣たちが次の王を探していたところ、철종もやっと探してたもんなので、朝鮮王朝の本家はこの철종で終わったと言っても過言ではないです。つまり本家王族にも男が絶滅しました。なので、家臣たちはもうこうなると遠い親戚、遠い王族でも探さねばならないと思ったんですね。で、どうせそうするんだったら自分たちが操りやすい人を選びたかったと思います。なので、だいぶ遠い王族から選びますが、中六代王の院女には、院女の三男の六代目の、子孫がいましたが、この人が途中で地上によって、東義の息子、四女の息子、佐渡世者の四男の養子として入ります。で、この人の孫が、古城という王になる人で、家臣たちはこの人を次の王に指名します。今聞いただけでどんな感じか難しいでしょう。簡単に言いますと、遠い親戚から選びましただけ覚えてもいいと思います。じゃあ、当時、古城は12歳でした。で、古城にはお父さんがいましたが、彼の名前はイーハンでした。で、実際記録を見てみると、この家臣たちが次の王を選んでいるときに、イーハンが積極的に自分の息子が次の王としてふさわしいと、すごくアピールしてたらしいですよ。なので、遠い王族なので、家臣たちは、これでいいでしょうと思ってたらしいです。で、ドラマとか見てみると、イーハウンが王になるため、わざとアホの演技をしているように描かれます。ほとんどのドラマがそうなんですが、小さい皆さんを見たらわかると思いますが、これは全部演技で、逆に、イーハウンは頭が良すぎて、自分の息子、または自分が王になるためのこういった演技をしたということなんですが、実際これはある小説から出てきたクリシェみたいな話で、実の記録を見てみると、とても模範的で、とてもマナーもいい王族だったらしいです。ただし、あまりにも遠い王族だったので、貧困王族で、これによって恥をかいたこともたくさんあったようですが、頭はいいということで結構認められてたらしいですね。じゃあ、とにかくこのイハンの努力によって、イハンの息子、コジョンが26代王になります。で、これで、イハンは、テウォン軍という名前をもらうことになりますが、朝鮮には約4人ぐらいのテウォン軍がいましたが、このイハンだけが生きているまま、テウォン軍になった唯一な人なんですね。実際韓国では、フンソンテウォン軍と言われます。とにかくイ・ハウンとその息子が、これで後ろに入ることになったんですが、当時家臣たちにとってはどうせ操り親子だったでしょう。実際テオン軍はとっても頭がいい人だったんですね。で、当時、朝鮮の宮内は、キムケと上家がかなり勢力の戦いをしていましたが、上家が、ちょっと劣勢だったんですね。その時、テヨン軍はこの上司に接近しますね。私が手伝いましょうかという話で接近したと思います。当時女子としても、違反が頭が良かったので使おうと思って、で、この女子には実際のこの古城のお母さんではないけど、公式的にはお母さんなので、古城はまだ12歳だったので、この女子に、政治の権力があったんですが、女子はこの権力をテオン軍に譲りますね。テオン軍はこれを委託されて、本格的に政治に参加します。もちろんこの時まで家臣たちはそこまで深刻に考えなかったようですね。
で、当時の朝鮮はとっても腐敗していて、ヤンバンたちの、腐敗ヤンバンたちがとても多くて、国民たちの生活はとても疲弊していたらしいですよね。民衆から金をいっぱい奪って、そして、軍隊まで行かせて、民衆はかなり苦しんでいたそうですね。で、そこでテウォン軍は貧困生活もしてて、この民衆の声も聞いた側だったので、そういったところを知っていたのか、どこを攻略したらいいのか分かってたそうです。なので、まずは、ヤンバンたちの改革に挑みます。ヤンバンも税金を払い、軍隊に行け、簡単に言ったらこんな政策を広げました。そして、全体的にヤンバンの特権を縮小しましたね。もちろんヤンバンたちの反発はすごかったですが、実際テヨン軍の後ろには女子もいるし、実際テヨン軍のさんは民主という、結構力がある家紋だったので、また王になったばかりなので、この時のテヨン軍は強かったんですね。で、それだけじゃなくて、先ほど言った民衆たちの心が分かっているので、民衆たちのためのシステムを改善しますね。その当時は、この食料を貸し出しするようなシステムがあったようですが、それがあまりにも周到の大した看板たちが得するようなシステムだったので、それの改善に挑みます。もちろんこれによって、民主のテウォン軍への支持率はかなり上がりますね。で、ここで、テウォン軍がとっても賢かったのは、どっちの味方にもならなかったんですよ。自分に協力してくれるのはいい情景なんですけど、考えてみたら情景が強くなるのも正直に困りますよね。だからといって、君氏が弱くなるのも困る。ある意味では、富の息子四女みたいな考え方をしていましたね。なので両系から人材を集めるなど、両系からの不満を抑えるような政策をしたようで、かなりバランスを取るのがうまかったようです。で、この結果によって、テウォン軍が権力を握っていった10年、朝鮮の財政は大幅増加するんですよ。まずは、金が51%アップしました。そしてお米もほぼ300%、そして布も255%。で、銀も27%。で、木材も258%。で、鉄がなんと673%も増加したらしいですね。で、財政状況がかなり良くなったということなんですよね。で、この時にイテウォン軍はやっぱり王族の権威を考えていたそうですね。当時、朝鮮の王は、京義軍という小さな城で、生活をしていて、政治も全部こっちでやってたんですけど、あまりにも小さな、城だったので、ちょっと王族の権威があまりなかったんですよね。それで、テウォン軍は、なんと、昔、文禄の駅の時に燃えてしまって、광해軍が再建しようとして失敗した경복軍の再建を計画するんですよ。これが、なんと、当時の朝鮮の10年の予算だったらしいんですが、これがですね、民衆からはテウォン軍への人気が良かったので、民衆は喜んで税金を払ったり、この경복軍の工事に自分たちから参加するなど、かなりうまく進んでたらしいです。しかし、残念ながら、その工事の途中で2回大火事があって、かなり工事が難航しました。これによって予算も大幅、アップすることになり、民衆たちもとても苦労することになったんですが、中途半端で止まるよりは、テウォン軍はここで強行することを決めます。もちろん民衆たちも最初は喜んで手伝いましたが、予想外のことによって税金もだいぶ払うことになり、そして工事にも封印されることになり、テオン軍への支持率はこれで下がったようです。当時の民衆たちの気持ちを表現している경복궁타령という歌もありますが、私が下にリンクかけておきますので、時間があったら聞いてみてくださいね。ただし、私の個人的な考えでは、当時の民主はとても苦労したんですが、テウォン軍がこれを無理して作ったからこそ、今、ソウルの真ん中に경복軍があるんですね。とても言いづらいところなんですが、当時の民主が苦労したので、ただ今の子孫たちにとってはとてもいいことだとは言えると思います。
で、テワン軍はとにかく能力はあった男なんですね。実際、今の韓国の研究者なども、テワン軍が王だったら、朝鮮は変わったかもという人も多いです。ただし、テワン軍は王ではなかったんです。息子が大きくなったら、権力を譲らないといけないんですが、なんと、テウォン軍はこの権力への執着がすごかったんですね。息子が、政治ができるような年になっても、権力はしばらく父が持とうとするような意見を出します。もちろんこれを見ていた民主一族とか、古城とかもこれを許すわけにはいかないでしょ。なので、息子であった古城は民主と手を組んで、テオン軍を弾劾され、引退することになりますが、テオン軍はそれでも権力への執着をまだ捨ててなかったみたいで、いや、とにかくそれで古城は大きくなりましたが、イテウォン軍には、10年間の支持勢力と、で、王の父という安全装置がありますよね。何をしても許されるという。なので、これを使って何かを、企みます。それは何かと言ったら、まずは、王である古城の腹違いの兄弟を使ってクーデターを計画するんですよ。イ・ジェソンという人物、つまりスンサンデヨン軍の息子だけど、王には腹違いの兄弟なんですが、側室の子なんですが、この人に王になれと言ってクーデターを計画しますが、これが古城にバレて、イ・ジェソンは死刑されちゃいますよね。これで最初のクーデターは失敗します。最初のクーデターです。ということは D 番目のクーデターもあります。次は、コジョンの本当の兄、つまり性質からの息子なんですが、この人、イ・ジェミョンなんですが、この人を使ってもう一回クーデターを起こそうとしますが、なんと、これもバレちゃいまして、ただ、このイ・ジェミョンは、イ・王の真のお兄ちゃんですよね。なので、殺すわけにはいかなくて、一旦、これは免罪してくれるんですよ。とにかくテヨン軍はこれで失敗しますね。で、テヨン軍はここでまた諦めないんですよ。当時、民主一族によって、旧軍が反乱を起こすことがあったんですが、この時テヨン軍はこのチャンスを逃さず、すべては民主に責任がありと言って、彼らを支持しますよね。これによって一時期、政権は取り戻しますが、なんと、民氏が清から軍隊を連れてきて、この旧軍たちを制圧したため、これによってテオン軍は清に捕虜として連れ去られます。当時、テオン軍が33日ぐらい、ちょっと権力を取り戻したらしくて、ある意味では33日天下でしたね。で、これによって、清に捕虜としていたテウォン軍は、向こうでもかなり侮辱的な生活をしてたらしいですよね。で、それで、ちょっと清から朝鮮の状況を見てみると、民主党コジョンがロシアと手を組もうとするから、それを牽制するためにテウォン軍を、朝鮮に戻しますが、王のお父さんじゃないんですか。でも戻ってから、誰か歓迎されたわけではなくて、早速監禁されますね。もちろん、コジョンと民主にとっては、フンサンデヨン軍はもう二度と会いたくない存在になったかもしれません。で、ここでまたですね、監禁されているテウォン軍、また諦めないんですよ。秦と協力して3回目のクーデターを計画します。先ほど言ったイ・ジェミョンです。この人物を使ってもう一回、反乱を計らいますが、これがもうまた補助にバレてですね、また失敗に終わります。で、ここでイ・ジェミョンはまたやっぱりお兄ちゃんということで2番目免罪されますが、補助としてもかなり我慢してますよね。で、ただ、古城としては、これお父さんが自分を下ろそうと3回やったんじゃないんですか？もう3アウトですよね。なので、今回のことで、テウォン軍を王族から排除する決断を下します。古城の怒りはこれで終わったわけではないと思います。テオン軍を父として思ってないかもしれませんね。当時このテオン軍はウニョン軍というところで監禁されていましたが、その後からこのウニョン軍には、わけがわからない爆発が何回もあって、で、刺客が何回も忍び込むなど、明らかにテオン軍を殺そうとする怪しいことが連発します。もちろん、これはテオン軍としては古城または民主の仕業だと思いますよね。
で、これでテヨン軍も切れたのか、今回もう一回クーデターを起こそうとします。今回は孫です。孫のイ・ジュニョンという人物がいましたが、この人は先ほど言ったイ・ジェミョンの息子ですね。テヨン軍の孫ですが、これも結局バレてしまって、で、コジョンは本当に切れて、このイ・ジュニョンを死刑しろという命令を下します。つまり、テヨン軍の4回目のクーデターも失敗でしたね。でも今回は、テヨン軍が、ちょっと初めて、今までやってなかったことをしますが、コジョンに、悪かった、孫の死刑だけは許してくれと、お詫びをするんですよ。これは何かと言ったら、このテヨン軍は、孫が大好きだったらしいですよね。なので、この子の死はどうしても見たくなかったでしょ。初めて頭を下げます。これでコジョンもやっぱりお父さんなので、なかったことにして、追放刑にしてくれるんですね。で、ここでテヨン軍はですよね、まだ諦めないんですよ。当時、民主一族の先のことによって、民衆反乱が起きますが、この時にテヨン軍がまたチャンスだと思ったのか、これを支持することになりますよね。で、ただ、この農民反乱の場合も、清と日本がちょっとこれによって朝鮮に軍隊を送ることになっているから、朝鮮のために王とお話をして解散することになり、これもなんと、テオン軍の夢はまたこれで水の泡になります。またテオン軍は、権力への執着を諦めません。今回は日本と手を組んで民主を打つことになり、これは皆さんもご存知の通りに成功しますよね。ただ、当時の朝鮮にも、民主が死んだ裏には、テヨン軍も協力したんじゃないかなという噂が広がったので、これで、テヨン軍の支持率は地に落ちることになります。ただし、日本と約束をしたので、テヨン軍はこれで権力を取り戻しますが、民衆からの支持率も失ったテヨン軍には実質の権力はないですよね。これで結局日本は少しだけ米軍としてテヨン軍に権力を戻したふりをして、その後、金オキュンという人物を新しい権力者として前に出しますね。これによってテヨン軍は日本によって交代されます。で、その後、引退生活をしていて、これで自宅で自然死しますが、1898年、77歳で死去します。テウォン軍の権力の執着の終わりですね。で、特によりますと、テウォン軍は最後に、息子はまだか息子に会いたいと言ってたらしいんですが、もちろん王ですね。でも、もうすでにコジョンとテウォン軍の関係は最悪だったので、コジョンはこのお葬式に行かなかったんですね。朝鮮歴史の唯一です。王がお父さんのお葬式に行かなかったというのは唯一ですね。で、ここで少し古城の話をしてみたいんですが、最近の研究によりますと、実際古城が民子を使ってテウォン軍との対立関係をうまく調整したんじゃないかなという意見もあります。やっぱりテウォン軍は自分のお父さんなので、王として朝鮮は儒教の国なので、お父さんと対立するのは王権を失う可能性もあったので、自分の妻であった民氏を利用してテウォン軍をうまく牽制したんじゃないかなという意見ですね。もしかしてこれが本当であれば、民氏を殺したのは結局コジョンかもしれませんね。じゃあ今日はここまでです。じゃあ来週は朝鮮のラストプリンセスと言われているある姫に関して皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜こんばんはよ。여러분、 안녕。